これ一番大事なのは仕込みなんで、仕込みが一番ちょっと時間かけてやってます。完成です。最後の最後まで手を抜かないってことですね。うまい。ハンバーグひっくり返して、で外火切っていい。そのチリフライパン火止めとって。今日忙しいですか？ありがとうございます。裏についてる筋とか表についてる筋はうちのカレーとかにするんですよね。あと牛すじ丼ってあるんですけど。吉野康介です。お店は大衆向けのレストランですかね。ホテルで修行して、その後雇われで小倉でイタリアンのお店やってました。お店を始めたのは僕じゃなくて父なんですよ。で父がこの店は僕より1個年上で46年目なんですよね。それで、56年前にちょっと帰ってきてやらんかみたいな話があって、前のお店辞めて、一緒にやってたんですけど、その後ちょっとコロナがあって、ちょっと大変な時期もありましたね。じゃあ今日11時からお待ちしてます。はい、ありがとうございます。11時から9名さん。5足す4。19でいこう。まず多分一番大事なのは仕込みなんで、仕込みが一番ちょっと時間かけてやってます。最後の最後までちょっと手を抜かないってことですかね。剣山みたいなとこから出てくる。これをやると柔らかくなると柔らかくなりますね。やらなくてもいいんですけど、大体黒豚とかああいう筋の硬いやつは絶対やった方がいいと思うんですよ。サーロインとか別にやる必要ないと思うんですけど、柔らかい方がいいかなと思って。一家に一台あったらいいですね。いや多分スーパーのやつ和牛とかだとやらなくていいんですよ。もう柔らかいから。はい。最初はそのカツ亭っていう名前、親父の時は、最初の頃はカツばっかりやってたみたいですけど、そこからハンバーグが評判良くて、でここ何年かじゃないですかね、こっちで鉄板で出し出したのは。それまではもう僕が前知ってる限りではお皿で出してたんで。
ちら働かれてどれくらいになるんですか？去年の2月からなので1年と5ヶ月ぐらいですかね。もうじゃあベテランですね。いや全然まだまだです。大学生ですか？はい、もう今まで飲食店でずっとバイトされてた？私ここが初めてです。初めてなんですか？はい、どうですか？大変ですけど楽しいです。すいません。はい、お好きなお席どうぞ。お願いいたします。ミートソーススパゲッティと焼き飯と焼き飯エビハンオールワンです。あ、美味しいです。学生時代にここでよく食べてたんで久しぶりに食べました。思い出のある。 20年ぶりぐらいの味です。懐かしい。懐かしい。ハンバーグステーキロースワンカニ1個です。ハンバーグホルモンね。他に肉汁が溢れて食欲がそそりますね。赤のキャップがケチャップベースのヨーグルソース、緑のキャップが味噌ベースのワッフルソースとなっております。すごいです、この量。これで2000円を切るなんてたまらんすわ。お得ですね。
お得なんですよ。でしかもソースが2つもつく。なんと一度で2度美味しい。じゃあせっかくなんで洋風ピザをいきたいと思います。かけますね。あ、これちょっとドロッとしてうまく絡みやすいソースじゃないですか。うまい。すごい柔らかい。噛むということを忘れてしまうぐらいこの肉汁が口の中に広がってこれがうまい。すごいでかいでまくっておしかも人のうちでかい熱いこれ料理の情熱がこもったこの熱さおいしいいやーこれ略奪行為柔らかい。すごい柔らかい。すごいね、食べやすいんですよ。持ち帰りですか？あ、そうです。テイクアウトで。テイクアウトもはい、テイクアウトもやってます。このお仕事のやりがいとかってどんな感じですか？やりがいですか、やっぱりお客さんの笑顔ですかね、美味しいとか言ってもらえるとすごく励みになります。今日忙しいですか？結構お仕事のやりがいを教えてください。やりがいは何ですか？やりがい考えてなかった。お金です。ハンバーグはもう手で練れっていうことですかね。まあでも冬場とかちょっときついんですよね。まあ、ミンチも冷たいし、玉ねぎも冷たいし。でも手がもう真っ赤っかになるぐらいまで練って、誰か買ってくれんかなと思ってます。すいません。いらっしゃいませ。ピザ生地とか練るやつで練ったりしたら楽なんでしょうけど、あ、そういう機会がはい、めちゃくちゃ硬いアームのやつあるんですけど、それでやったら今みたいな調整が難しいんですよね。ミンチ次第で違うんで。ハンバーグひっくり返して、で外見切っていい。チリフライパン火止めとって。まだひっくり返してから。ありがとうございます。それ出して、弱乗ってないそれ。
仲良くされる。まあ親父がベースでちょこちょこ変えてるぐらいですかね。ベースのソースとかはやっぱ変えれないんで、ちょっとしたところを変えてお客さんがいい風になったらいいなと思って。最初ホテル入って本当はここのハンバーグとかカツとかやる予定で勉強みたいな感じで入ったんですけど、そっちの方が面白くなったんですよね。高校生からになったんで、まず長時間立つので足が痛いんですよ。で怒られて、まあ、当時だったんで、今じゃそんなことないと思うんですけど、まあ、当然ありますよね、いろいろ言えないことは。そういうのもあったんで、その頃は苦しかったですかね。M。ジャポ。ご飯が食べたくなるようなおかず用意してるんで、ぜひご飯を食べに来てください。